皆さん、こんにちは。産総研のですね、福島再生可能エネルギー研究所にありますですね、研究ユニットの再生可能エネルギー研究センターの方で、研究センター長をしております、古谷と申します。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、日本のですね、水素の、戦略に少しだけ話をした後ですね、フレアの、水素の、研究開発について、少しのお時間いただいて、ですね、ご紹介したいと思っています。でまずはじめにですね、日本の、水素のストラテジーのお話ですが、実は日本はですね、各国に先駆けてこの水素のストラテジーを、作っています。で今ここにちょっとお示しをしています。で細かいところまでは申し上げませんが、ですね、だいぶですね、いろんな水素をですね、モビリティに使うところ、あとパワーで使うところ、それからFC ユニットそのものについてにですね、いろんなコストなんかもですね、提示をしたような形で、強力に、国としてもですね、この開発を進めているというような形です。またですね、特徴としてはですね、水素のサプライチェーンのところまでですね、手掛けているというのが、日本の水素の研究開発ですね、政府が進めている、研究開発の特徴という形になっています。でですね、ここに、ですね、ロードマップ、先ほど示してましたけども、それを基づいてですね、どういうようなことをやってるかということをですね、若干ご紹介させていただきますと、日本ではですね、まずは作るところというところで、我々の研究所、福島県の郡山という真ん中ぐらいにありますが、実はこの福島県の浜通りというところに、FH2R というところ、ですね、ものを、日本の政府、向けのですね、ネドというネドというところがですね、研究開発拠点を作ってですね、10メガワットというですね、非常に大きなですね、電解装置、水から、水素を作るという装置をですね、作って、これを再ネットですね、ドッキングしてあげて、どういうようなことができるかという研究開発を進めています。そういったような水素っていうのはですね、トランスポーテーション、これに書いてますハイドロジェンのですね、水素のステーションなんかでも使って、使い道としてはですね、日本、いち早く FCV をですね、トヨタさん、ホンダさん出されてまして、そういったようなものの普及であったりとかですね、あとは、ソラっていうバスをですね、トヨタさん作ってますが、そういったのに使う。また最近はですね、もうちょっと大きいですね、モビリティに使うということで、大型のトラックであったり、電車であったりというようなところにですね、こういったものを、水素ですね、展開していこうというような形であります。あとはそのユース側としてはですね、非常に高性能なですね、燃料電池を、開発したり、もっともっとたくさんですね、水素化をすることによって CO2 を下げるっていうアプローチになると、これはですね、燃料電池よりも非常に、多くのですね、水素を、使ってたくさんの電気が出せる技術としてガスタービンみたいなことをですね、研究開発をしています。で、ですね、あとはですね、実は、日本は先ほどサプライチェーンまでやってますという話をしてましたが、液水であるたりですね、メチルシクロヘキサンというものを使ってですね、水素を輸入する、このサプライチェーン自身の研究開発もやったりしています。でまたですね、今カーボンニュートラルの話が、非常に盛んになってますが、そうなると、ですね、エネルギーのところだけではなくてですね、物を作るところについても、ゼロエミ化をしなきゃいけないということで、鉄を作る部分、または、化学的なですね、物質を作る部分についてもですね、水素を使うというようなことをですね、今、研究開発を、総合的にですね、日本はやろうとしています。さて、じゃあ我々、フレアについてはどういうことをやっているかというご紹介したいと思いますが、まずはフレアの前景についてお話をします。ですね、フレアっていうのは、この福島県、ありますけど、これの、ちょうど中心部にあります郡山市っていうところに、建てた、産総研の研究所でありますが、ここに、長官図がありますが、ですね、太陽光であったり、風力であったりとかですね、ような、ものを備えておりまして、でそういったエネルギーをですね、水素にして貯めたり、またはエネルギーのマネジメントを上手にしてですね、上手にこちらの、本館であったり実験ベッドで使うと
いうようなことをですね、やる。かなりですね、国の研究所としては大きいですね、実に近いサイズの研究開発ができるような形になっています。またですね、そういったような再生可能エネルギーをですね、シミュレーションして、そういった変換機器のですね、大型のものを、ですね、評価できるような、スマートシステム研究棟みたいなものもですね、我々としては備えております。で、その中でやってます、水素の研究ですが、再生可能エネルギー、これは変動性があるものですが、これ、ダイレクトにですね、電気として使えれば、それは電気として使って、電池レベルのですね、変動性で抑えられるものは抑える。しかしですね、ウィークリーより長いような変動についてはですね、ケミカルエネルギーに変える、つまり水素を作ってやって、よりですね、平準化に使えるような形、調整力みたいなものに使えますし、長い時間を貯めてやってですね、ですね、いろんな湧水に使うというような研究開発をしております。で、一つはですね、じゃあ、再生可能エネルギーから水素を作るということを高効率にしなきゃいけないということですが、例えば太陽電池、これ直流ですけれども、実はエレクトロライザーというですね、水から水素を作る装置も直流になってまして、であればこれダイレクトにカップリングができるんじゃないかみたいな研究開発もやっています。またそういったエネルギーをですね、再生可能エネルギー由来の水素を作って、これをですね、実際に FCV に使ってもらうようなことも、地元のですね、メーカーさんからアポロガスさんというところと一緒にやってますが、と一緒にですね、再エネ由来の水素をですね、販売ができるような、移動式の、水素ステーションみたいなこともですね、やらせていただいています。またですね、水素のストレージいくつかありますけれども、我々としては、低地用にですね、急速合金という技術が結構使えるんじゃないかなと思って、やってますが、我々すべてのプロセスを1メガパスカル以下で、こなしてですね、なおかつ、危険物にならないようなですね、急速合金の開発に成功しておりまして、今ですね、清水建設さんと一緒にですね、こういったような我々の持ってます水素技術をですね、清水建設さんが持ってますビルのエネルギーマネジメントシステムと組み合わせることによってですね、何かゼロエミッションにですね、近づけられるようなアプローチができないかということで研究開発をやらせていただいています。ここ今示してますのは太陽光で使ったエネルギーをエレクトライザーで水素にして水素急速合金でその水素をため、必要な時に FC で発電して、こういうようなエネルギーのパッケージをですね、清水建設さんの、ビルエナジーメン、ビルのですね、エネルギーマネジメントシステムに組み込むことによってですね、より、再生可能エネルギーを有効に使うというような研究開発もやっています。またですね、もうちょっとサイズの大きいような研究で、これは千代さんもやっておられるんですが、メチルシクロヘキサンというですね、トルエンというガソリンの、基材にもなっている物質に水素を化合すると、メチルシクロヘキサンというものになりまして、これ加熱してやりますと、元のトルエンと水素に戻ってくれるという性質があって、液体燃料の形で多量の水素をですね、貯めたり運んだりすることができるということで、これをいかに使うかという研究開発もやっています。で実はこれの、ですね、一つの弱点なのは、水素を出すときに結構膨大な熱がいるんですが、それをですね、我々としてはエンジンの排熱を使ってですね、賄うことによって、トータルとして、高効率なですね、システムに仕上げるというようなことをですね、やっております。で、すでにですね、これはもうフレアができた時からある設備なんですが、非常に大きなですね、150キロワットというですね、非常に大きなアルカリの電解装置を備えて、出てきた水素をそのまま、メチルシクロヘキサンにしてしまってですね、で、エネルギーが必要な時にエンジン配列でそれから水素を取り出して、このコジェネで使うというようなことを研究開発して、このシステムを使ってですね、実際に再エネをストレージするという研究開発をしております。で、またですね、もうちょっと大きな、もっと大きなシステムということで、我々、キャリアとしてアンモニアを使うというようなことも研究開発をしておりまして、再生可能エネルギー由来の、変動する、エネルギーを使ってですね、水素を作り、それに対してですね、
普通のですね、アンモニア製造、これはハーバーボッシュという方法でやってますが、それよりも低温低圧でですね、なおかつ変動を受けられるような形でですね、アンモニアを作るということに成功をしております。また、そのアンモニアをですね、使う、機器側の方としてはガスタービンをですね、作り上げてまして、最初はガスタービン、このちっちゃなガスタービンなんですけども、このガスタービンがですね、灯油炊きのものに、アンモニアを少しずつ入れて、ですね、ちゃんと、動かすことができるようにして、なおかつその後はですね、アンモニアだけでですね、オペレーションができるというような形にするということにも成功しています。なので、アンモニアを使ってですね、再エネから、水素を作り、アンモニアを作り、またそこからですね、発電をするというですね、サプライチェーンを、一つの研究所で実施するというようなことにも成功しております。こういったようなことはですね、世界初めての例が今まで申し上げた中にもいくつもあるという形であります。で、今からですね、それらの、この、水素キャリアチームと言われるあるんですが、そちらのですね、仕事についてビデオをご覧いただければと思います。よろしくお願いします。再生可能エネルギーを水素に貯めて運ぶ研究が進んでいます。水素は膨大な発電電力を長期間貯蔵するのに向いています。その水素を貯蔵し、タンカーなどで安全かつ容易に輸送して利用できるようにするのが水素キャリアです。水素キャリアは水素をとても扱いやすくします。気体の水素と比べて有機ハイドライドは500分の1、アンモニアは1300分の1まで水素を小さく蓄えられます。また水素キャリアは既存のインフラを生かすことができます。フレアではまず水素を効率的に作るために水電解シミュレーターを開発しました。このシミュレーターは再生可能エネルギーの変動電流に対してレスポンスの速い電圧や水素発生量と変化の遅い温度の時間経過を精緻に予測でき、水素製造の効率やコストを算出できます。こうしたシミュレーションを生かし、再生可能エネルギー由来の水素を直接水素点火反応に利用して有機ハイドライドを製造することに成功しました。水素を直接燃やす発電用の水素エンジンの開発を進めています。これは水素とバイオ燃料を混焼し 100% 再生可能エネルギーで発電する技術です。フレアは新開発の触媒を使って日本で初めて再生可能エネルギーで作った水素を使ったアンモニア合成実証試験プラントを稼働させました。アンモニアは水素と窒素を触媒を使って反応させて作りますが、再生可能エネルギーで作る水素は変動するので、これまでの合成方法での製造は困難でした。フレアは変動するさまざまな条件でも活性のある触媒を新たに開発。この触媒を使って低温低圧の再生可能エネルギーの水素に適した新しいアンモニア合成のプロセスを開発し、実証試験を開始しました。水素キャリアのアンモニアを直接燃焼する研究も進んでいます。メタンとアンモニアの混合ガスを用いたガスタービン発電に世界で初めて成功。さらにアンモニア 100% での燃焼による発電にも成功しました。この実証試験装置は再生可能エネルギーから製造される変動した水素、それを原料として、用いて、効率的にアンモニアを合成する新たなプロセス、そして触媒の開発をしております。この実証試験の成功により、再生可能エネルギーをより効率的に水素およびアンモニアとして貯蔵し利用する技術の開発に貢献いたします。産総研福島再生可能エネルギー研究所には、これまで説明してきた水素研究設備だけでなく、それらに電力を供給するための変動電源として、太陽光発電と風力発電をキャンパスに設置しています。また、太陽光発電や風力発電、蓄電池、燃料電池のような分散電源が電力システムに接続されるときに使う電力変換器、インバーターに関する世界有数の研究設備を持っています。分散電源の研究設備、スマートシステム研究棟では、
主に4つの試験方法による研究開発や認証試験が可能です。1つは系統連携試験です。これを通じて国内のみならず海外で利用されるインバーターの認証が行えます。2つ目は安全性試験。3つ目は電磁放射に関する EMC 試験。4つ目は複数の分散電源を組み合わせたシステム性能試験です。特にシステム性能試験では、フレアの研究者がハードウェイ・イン・ザ・ループ、HIL という新しい試験方式を研究し、世界中のさまざまな電力システムに対して次世代のインバーター機器が果たせる役割を評価できるようにしています。これまでこのハワイ・沖縄クリーンエネルギー協力の枠組みを通じて、ハワイ電力、アメリカ国立再生可能エネルギー研究所などとの交流を行ってきました。今後もアメリカの方々との連携を深め、ハワイ諸島や沖縄諸島の比較的小さな電力システムにおいて、再生可能エネルギーを大量導入するための電力システムや水素エネルギー貯蔵の研究を進めてまいります。